は久々に彼とドライブしたいねっていう話になったので、これから横浜の中華街に行ってきます。今横浜に着きました。8時40分です。でまず朝ごはんを食べたいと思うんですけど、そのお店が9時からオープンなんで、ちょっと車の中で待ってます。で、今日は朝からずっと一つのカメラで撮影してました。それがこちら DJI Osmo Pocket 4P です。ということで今回は DJI さんとのタイアップでこの動画をお届けします。私は Vlog を始めて2年半ちょっと経つんですけど、数種類のカメラで日々を記録してて、その中で初めて Vlog 用に自分で買ったカメラがこっちの DJI Osmo Pocket 3なんですよ。ポケット3はこれまでの旅行 Vlog にも必ず持って行って撮影してきたし、最近だとルームツアー動画もほぼこのカメラで撮影しました。でコンパクトだけどある程度高さがあるので、テーブルの上に置いた状態でも撮りやすくて、自分の結婚式でも使ってるんですよ。で感覚でね操作できるんで、家族にカメラを持たせたりして日常を記録してきたカメラです。でそんな思い出深い Osmo Pocket シリーズから最新モデルの Osmo Pocket 4P が発売されたということで、今回はそのパワーアップしたカメラを使って Vlog をお届けしたいと思います。この 4P をすでに1ヶ月ほど使ってるんですけど、どんなところが優れているかというと、レンズが2つあるじゃないですか。ポケット3の方はレンズが1つなんです。 4P からこのレンズが2つになってるんですよ。もうね、私これ一番感動したんですけど、まずこのレンズは広角レンズと中望遠レンズっていう2つがついてて、この中望遠レンズが人物をきれいにフォーカスしつつも背景に自然なボケ感が出せるんです。でジンバルカメラだから手ブレしない上に12倍のデジタルズームに対応してるんで、遠くの風景もちゃんと捉えることができる。だから風景を撮りたくなる旅先とか、さっきのドライブシーンとかも大活躍するっていうカメラです。あとね、アクティブトラックっていう機能がすごくて、これ見えるかな、カメラが自分のことを追いかけてくれる機能なんですけど、やり方としてはカメラに最初自分の顔を登録するだけ、複数人もトラッキングできるし、遠くにいてもトラッキングしてくれるんですよ。だから例えばバーベキューの最中にテーブルに置いとくだけでも、その人物を認識して勝手にカメラがこうやって動いてくれるんです。あと 4P には内蔵ストレージが搭載されてて、しかも容量が103ギガもあるんですよ。ポケット3は非搭載だったので、ここに SD カードを入れるとこがあって、そこでデータを管理してたんですけど、 4P は SD カードが不要でデータ移動の手間とかが減るから本当にありがたくて、一応私はここに SD カードは入れてはいるんですけど、彼が戻ってきました。でもちろんこれ動画撮影だけじゃなくて写真も撮れるんですけど、写真の解像度も3に比べて 4P の方が約4倍画素数上がってるし、新しいセンサーが搭載されてより綺麗な映像が撮れるようになったんですよ。でもともと3の方でも夜が綺麗に撮れるなって思ってたんですけど、今回この 4P には補助ライトがついてて、これなんですけどね、今からつけますね。ここにこの補助ライトがつくんですけど、これ結構感動するんです。すげえ、わかるすごくないですか？なんでつくのかな、センサーなのかな。ここに取り付けるだけでライトがつくのやば。このライトのおかげで暗いところも顔を映したい時とかも綺麗に表情までくっきり撮れると思います。あ、そうじゃん。でしかもここに2つボタンがついてて、ライトの色合いも変えられるし強さも変えられるんですよ。めっちゃ優秀。
っていうね、ほんとすごいこれ。おおすごい。そのまましまえる。しまえる。すごい。あと個人的に嬉しかったのが、電源を切るとね、ジンバルがしっかりロックされるんですよ。ポケット3はちょっとジンバルのロックが怪しげでちゃんとこういうケースがついてしまえるようにはなってたんですけど、バッグに入れとくといつの間にかこのカメラがなんかくるんって違う方向向いちゃってたりして、ちょっと不安定な部分があったんですけど、 4P の方はしっかり固定されてるので、付属のこのポーチに入れとくだけで安心です。それがね、個人的にはすごく良かったです。で、操作としてはまず電源の入れ方は、ここの画面をこう横にパッとスライドさせる。で、電源を切るときはまた画面をこう戻す。かわいい。これで OK で、もしくはここのレックボタン、赤いボタンを押し、そしたら電源つきます。こうやってね、縦画面でも撮れるし、横、もちろん Vlog とかに使いやすい横でも撮れると。で、録画はこの赤いボタンを1回押せば開始、もう1回押したら停止。このね、画面を開いた時のカスタムボタンとズームボタンはポケット3の時はなかったので、これは新しいボタンになります。プラスマークがズームボタンで、これを1回押すと3倍ズームでギュッてなって、もう1回押すとまた元に戻る。で、こっちの C って書いてあるのはカスタムボタンで、自分が好きなようにセッティングできるんですけど、私は2回押したらインカメになるようにしてて、で、あとここのスティックでカメラの角度とズームの切り替えができます。ここにあるね、切り替えボタンをポチって押すと切り替わるようになってます。で、さっき言ったみたいに SD カードはここから取り出せるようになってて、充電はタイプ C でやります。この底の部分に差し込み口があります。 4P は今回スタンダードコンボと Vlog コンボっていうのが販売されてて、スタンダードカメラにはこのジンバル本体にさっき見せた補助ライト、ハンドルがあって、こうやってちょっと長さを出すハンドルとか、USB-C とかケーブルがついてくるんですけど、 Vlog コンボには、マイクとかミニ三脚がつくんですね。これミニ三脚、これもしこれから Vlog を始める人が買う場合はスタンダードでも十分だとは思うんですけど、個人的にはこのミニ三脚がないとすごく不安定に感じるので、だったらミニ三脚とか他にマイクもついてる Vlog コンボを買ってしまうか、もしくはこれだけ別売りで売ってるので、この Osmo のミニ三脚だけを追加で買う方がいいかなと思います。この本体だけをテーブルに置くこともできるんですけど、ちょっと不安定、上のカメラが重いから不安定で、もしカフェとかでテーブルに置いたりして撮影するってなったら、個人的にはこの三脚は絶対必要だと思ってるんで、この三脚ありで考えた方がいいかなと思います。ということでババッと説明しましたが、とにかく魅力たっぷりのカメラでございます。とっても嬉しいです。このカメラを使って今週の Vlog をお届けしたいと思います。では朝食をめがけて中華街へ繰り出したいと思います。マイクをつけました。マイクをつけると車道が近くても声がクリアに聞こえてると思います。多分このマイクがないと車の音で何言ってるか聞こえなくなっちゃうかも。普通のカメラだとね。どれ違うんだろうね。まずはパンを食べに行きます。チキパン、空いてる。現金のみだ。
とうございます。いらっしゃいませ。はい。人気はね、本当はイングランドっていうのね、食パンなんですけど、11時過ぎないとできないんですね。あとこっちだとね、このアップルパイとその上のライブレッド、あとカレーパン、そういうのはもうお昼ぐらいまで終わっちゃいます。はい。はい、すみませんね。はい、260はミートパイにしようと260と240。はい、どうぞ。ありがとうございます。いらっしゃい。262個と240。チキパンゲット。そこのチャイをいただこう。アイスチャイ。人いる？あ、声掛けください。こんにちは。チャイって飲めますか？何がよろしいですか？アイスチャイ2つ。じゃあ少々お待ちください。はい、氷がもしもああ、はい。インド5000年の伝統医学アーユルベーダホーリーバジルのハーブティー、宣伝上手だね。あれ？チキパンの横にカフェがあるんでしょう。ああ、じゃあそっち行けばよかったんかな。そうだね。ホームメイドラッシーとチャイ。美味しい。飲んでみる。本格スパイス。ラッシーうま。アップルパイとチーズパン。めっちゃうまそう。いただきます。すごい。いいな。アップルパイも美味しい。続いてトーファーが美味しそうなお店を目指します。はい。ではお疲れします。40の釣りです。はい。お席で少々お待ちください。はい。満足トーファーと満足戦争だよね。すごい。いただきます。黒蜜か。美味しい。なんか餅。
黒の瞳で、ねはいちょうどいい大きさかな。これはねおすましカービィがいいな。おすましカービィ笑顔。笑顔ちゃんや。このまんな。めっちゃでかい。かわいい。あ、ボールチェーンブルーなんだ。かわいい。やっぱカービィの色が天才すぎるな。これ考えた人すごいよ。めっちゃ横に長いよ。ちゃんとほら見て。あ、座るんだ。やっぱり。やっぱカービィかわいい。さすがにこのメイン通りは人通りが多いね。あー、焼き小籠包右？あれか。代名詞で食べ物ない。あ、そっか。カメラです。じゃあ生年月日いただけますか。はい。生まれたお時間とか。仕事名。まあ基本的にはおおらかのんびりで、まあ好きなことをしていきたいので、まあ、自分という部分もまあ結構強いから、まあ納得しないとね、動きませんよみたいなところも結構あったりして。だけどね、ものすごくね、情に熱いところもあるんですよ。だから基本は好きなことを仕事にしていったら、まあ一番いいですよねと。でプラスそれが人に対して喜んでもらったら、いろんなところに行ってさ、人との触れ合いとかそういうのがあなたは多分楽しいと思いますから。人情っていうかそういう部分が多分じーっとして何もしてないっていう風だと、これはもったいないねって興味あることがいっぱいなんですよ。外に行ったら好奇心、うちに行ったらのんびり。これね、たまにやるぞってなった時ね、めっちゃ早いの。って僕、ありがとうございます。旦那さん、はい、ますか？これで 34？ 37ぐらいだと思ってた。今2時です。中華街を後にして気になるシューマイ屋さんに向かってます。ちょっともう暑すぎて中華街を歩けないので、ここからは車で行けそうなところを行きたいと思います。中華街から歩いて20分ぐらいの距離かな。ここだ。まだ売ってる？シューマイ1パック。こんにちは。お願いします。シューマイ1パックお願いします。はい。冷凍になりますけど。冷凍。作り日が木曜日なんですよ。木曜日はまあ多少冷めてはいますけども、ただ蒸したてがあるんですけど、他は全部冷凍になっちゃってレベルがないと。今日こんだけ気温高いんで。多分普通に持ち歩けとなるとハンバーガー屋さんで買ってきました。お昼チーズと何か熱い。あ、2つ買ったんだ。でいい？しかもポテトセットにしちゃった。しかもポテトがさこっちなのよ。こっちタイプ。よくないこれ？うわ、やば。お肉やばい。美味しそう。いただきます。うまっ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 。ポテトいただきます。これやばいかも。結構好きかも。
このポテト好きなんだよ。やばい、このポテトうまっ。セントラルバーガーショップです。駅からも近いの？あとね、店内もねめっちゃ広くて、じゃあ中で座る席もたくさんあった。なんか車の数そんなに多くなくていい感じかもしれない。ハンバーガーを食べてちょっと車で移動して川崎の方までやってきました。今日は絶対中華街で汗がかくからお風呂に入るっていうことは決めてて、縄文天然温泉志らくの湯に来ました。で、全身着替えも持ってきてるのでこれからお風呂に入ります。点滅してる。飲んでみる？温泉に入ってさっぱりしました。今5時半です。これから羽田空港を目指したいと思います。乗りです。これは Vlog コンボに入ってるオズモフレームタップっていうやつで本体を遠隔操作できます。ゴジラ？ジロジョン？なんか焦りのない空港めっちゃ楽しいね。大体もう時間にね、追われちゃう。そうそう。こことかもあんまりじっくり見たことないな。このレバーを押すと走る、離すと止まりますね。はい。よし。行くぜ。じゃあ3ね。赤の方。よーい。スタート。すごいすごい。他のも走らせてくれるんだ。すごい。わあ。めっちゃ冬んだけど。上だけなっちゃった。いいよ、接戦。いい、すごい。すごい。向こうから着陸してきてる。すごい。
これちょっと夜に強い低照度モードっていうのがあるので、それで撮ってみます。めっちゃ並んでる。ツートンタンか。沖縄那覇行きのお客様にご晩ご飯を食べてこれから帰ります。最後に補助ライトがどんなものか試してみたいと思います。おお、すんご明るい。明るい。すごいねこれ。オレンジ系ライト、これが一番強いやつだ。うわ、すごっ。すごいね。弱くても違和感ないぐらい。うん、そうだね。弱くても大丈夫そう。すごい。ちゃんと見えるカービィ。ライト外した。やっぱ暗い。